対策の最前線の場所。はい、誰もが経験してなかったことなんです。トヨタさん全工場が止まるというですね最悪の事態を招いてしまったと。私ウーブンシティに入りました。うわすごい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 。うわこういう街になるんだ、あすごいわかりやすい。トヨタイムズニュース富川悠太です。1年前トヨタは国内にあるすべての工場を停止しました。原因となったのは部品を納入する協力会社サプライヤーがサイバー攻撃にあったことでした。サイバー攻撃の裏で何があったのか取材しました。愛知県豊田市にある小島プレス工業。トヨタ自動車創業期から取引を続け、現在も金属製品や樹脂製品など1万点以上の自動車部品を納入しています。何ですかこれは。タウルーバーでボンネットの使い手のこっちがガラス面になって、ワイパーのワイパーフル触っても大丈夫ですか。軽い。この樹脂の技術がもうトヨタプレスさんの売りですよね。主力ですね今。はい。その日も何事もなく一日が終わるかと思われました。ところが異変に気づき真っ先に動いたのが IT システムを担当するチームでした。あ、ここですね。はい、ここになります。対策の最前線の場所。はい、そうです。もうバーッと集まってきたんですか。そうですね。これはちょっと普通じゃないという状況でしたので、ネットワークの方はもう遮断してっていう状態の中で、解析して、どこが原因なのかというところを、調べておりました。はい。よくそのネットワークを遮断するっていう、はい、最初のその行動が判断が早かったですね。はい、得意先はじめトヨタ様に迷惑をかけてはいけないものですから、まずそこをいち早く切ることによって、拡散防止をすることが必要かなと。この判断のおかげでコンピューターウイルスが社外に広がることはなかったといいます。しかし本当の戦いはここからでした。原因や影響を調べるためネットの使用は禁止。やり取りは電話やファックスのみとアナログ世界に逆戻りしてしまったのです。サイバー攻撃から3日後、トヨタ自動車は国内すべての工場を停止することを決定。原因は小島プレス工業からの部品が届かなくなる恐れがあったからです。誰もが経験してなかったことなんです。とにかく納入を止めない、生産を止めない、この2つなんですよ。止めちゃいけない、もうそれだけなんですよ。とはいえ部品の納入に使われていたネットワークシステムは止まったまま。そこで納入先や時間を記した紙看板と呼ばれる書類を印刷し、昔ながらの手作業で対応することに。手作業でこう順番をこう並べてやんなきゃいけない。そうですね。一つでも変わっちゃいけないわけですね。そうですね。僕らはこの時間に欲しいものをお届けするっていうのが、使命だと思ってる。で、そこの、お客さんを止めちゃいけないっていう役割を、全員で全うできたのかなとは思ってます。ある意味ね、昔から受け継いできたものをその若手にこう伝えていくっていう機会になったわけですね。そうですね。だから本当にこの悲劇をすごく学習して、でそれをやっぱり後に5年先も10年先もこれが伝えられるように、これを本当に風化させてはいけないっていうふうに本当に思ってます。納入はすぐに再開し、トヨタ自動車の工場停止は1日で収まりました。ただサイバー攻撃の影響が収まったわけではありません。こちらの部署はパソコンがねかなりたくさん置いてありますけれども、パソコンが必要な仕事ということですかね。はい、こちらでは設計図などのデータを取引先から受け取り、
各部署に配布する仕事を行っていました。資料になるんです。図面になるんです。これがほぼ1日分ぐらいですかね。はい。すごい、これ全部手作業っていうと大変です。そうですね。仕分けをしながらその部署ごとに、分けて配布をするっていうことでしたので、はい、当然そんな作業慣れてる方いらっしゃらないわけですよね。この辺は通常であれば全て自動で行われる作業なものですから、こういったことは経験した者はいませんので、はい、普通に流れていくことができなくなってしまって、でそれを我々が手作業でやっていくというところの中で、我々こういった仕事担ってやってたんだなっていうところに改めて気づけたというか。そしてサイバー攻撃から4日後、小島プレス工業に豊田章男社長が駆けつけます。長期戦に備え一丸となって復旧に取り組んでいこうと伝えられました。トヨタ自動車からも多くの社員が常駐し、さまざまな支援が行われました。その一つがこちら、山のように積まれたパソコンです。部品の設計には特殊なソフトが入ったパソコンを使うため、大量のパソコンが届けられたのです。写真とは全く印象が違いますね。そうですね。今もう何もなくなって、はい、あの時の様子はもう、はい、ありませんね。はい。パソコンが来るまでの間っていうのは早かったんですか？すぐ対応していただきまして、はい、我々の方の準備がむしろ追いつかなかったような、はい、状況でした。ちょうどその大量にそのデータを扱って次の仕事につなげなくてはいけない時期だったので、1台でも多く、はい、そういった機材が必要な時期ではありましたね。改めて今1年経った今、はい、あの時を振り返って、サイバー攻撃、皆さんにとってはどんな事態だったんですか？簡単に伝えるってことができない。で反対に今はその簡単に伝えるってことができるっていう環境なんですけども、じゃあ我々が今その伝えるっていうことに対してきちんとその初心に帰って相手のことを考えた上できちんとした情報が与えられてるかっていうのを考える機会をいただいたかなと思ってます。影響は意外なところにも。なんか端末が置いてありますよ。そうですね。社員証の方でこちらにかざすと、自分が予約したものが表示される仕組みになっています。こうやってシステムで管理してる。そうですね。お支払いはどこでするんですか？実はですね、弊社全てタダで無料でやっております。羨ましい。そうなんですか？はい。珍しいですね。そうですね。やはり食べることが一番元気になりますので、皆さん無料で提供して、でお仕事を頑張っていただくということでやっております。でもシステム使ってるわけですよね。はい。サイバー攻撃があった時ってどうなったんですか？もうこれは使えなくなっておりましたので、全てカレーで対応しました。全員カレー？そうですね。カレーはその日に調理をしなくてもいいので、レトルトのパックのものを食べていただくというふうで対応をしました。食堂の中ではピアノ演奏してる。実は社員がピアノを弾いております。社員の方なんですか？はい。食事しながらこの曲が聴けるといいですね。ピアノ生演奏。そうですね。はい。すごい上手。すみません。ちゃんと反応してくれた。それでは話をカレーに戻して、私も特別にたっぷりといただきました。好き。素朴な感じなんですよ最初は。でも結構ね、辛さもちょっとピリッと後から来るし、甘みも来るし、肉の感じのその旨みも来るし、結構凝縮してる感じなんですよね、旨みが。大変な中でカレーを提供してもらえてありがたかったです。救いですね。カレーは毎日食べてましたね。一大事があったので、結束はさらに強くなったと思いますね。さらにね。はい。じゃあカレーも一役買ってますね。いや、そうですね。カレーもそうですね。
サイバー攻撃の目的も犯人も未だ分かっていません。経験のない事態の中、生産を止めない、納入を止めない、その合言葉を胸にみんなが手探りで仕事を続けたそうです。そしてスタジオには小島プレス工業の小島英二社長にお越しいただきました。小島社長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サイバー攻撃というまさに経験したことのない事件でした。大変な状況でしたね。そうですね、本当にVTR の中でも言ってましたけど、私も現場経験のある中でですね、お客さんのラインを止めてしまうことが絶対にあってはならないというふうにずっと教えられてきましたし、その止めないために最大限の努力をするというのが我々の使命だというふうに感じている中で、あの時は本当に豊さん全工場が止まるというですね、やっぱり本当に創業以来ない最悪の事態を招いてしまったということに関しては本当に私自身もショックでしたし、取り返しのつかない、先輩方が築き上げてきた信頼というものをもしかしたら我々全部ぶち壊してしまったんじゃないかなとか、いろんな思いでですね、やってきたわけですから、ただ今となっていることは結果としてですね、やっぱり事件を乗り越えることによってですね、やっぱり会社社内が一体感を持てた一つのきっかけにできたのかなというふうには今となって、思えるようなことですね。ようやくっていうことですよね。そうです。本当自分たちのミスじゃなくてどうしようもない事態ですから、そこをどう持っていくかというところでベテランの皆さんの活躍が大きかったみたいですね。そうですね。いろんなことが全部システムでなければやれないシステムのやり方を教えられてきた中においてですね、やはり本来の仕事の BTR の中でも言ってたように、自分の仕事っていうのは本来データを転送するのが自分の仕事ではなくて、やはり必要な図面をですねの対して図面のどの情報を誰に最短で伝えていくかということが本当の仕事の本質であるということを気づかせてくれたのは過去のベテランの方々の仕事のやり方をもう一度そこで教えていただけたことなのかなというふうに思います。ですから復帰にあたってやはり我々、私もそうですけど我々みんなで、合言葉にしてたのはやはり前より良くなって戻りたいよね、戻ろうよというのが一つの合言葉でもありました。本当にね、会社歩いていると皆さんすごくあったかくて、僕を本当に身内のように迎え入れてくれるような形だったんですけど、皆さん見てると家族のような温かさがありますよね。本当にそう言っていただけることが一番私にとっても嬉しいことですし、会社にとってもありがたいことです。やはり私ども社税に和という和ですね、和という言葉を掲げてですね大事にしていて、やはり社員は家族だという思いで創業以来ずっと脈々とやってきて、それが最初は数名だったかもしれないけど、だんだん100名200名1000名を超えていくような規模になってもですね、そういうことを言っていただけるというのは非常にありがたいですし嬉しいことです。こんなとこでも家族みたいだなって感じたのは社食無料ね、羨ましいなって単純に感想が出ましたけれども、家族だからこそお金を取らないっていうふうにも取れますよね。そうですね。やっぱり、創業当時その名古屋の厚作で、商売をしてた時はですね、おそらくですけど同じ釜の飯をですね、みんなで、そのお金をもらうだもらわないだと関係なくですね、みんなで食べてたと思うんですよね。それがそのままずっと延長で来てるんだなというふうに思ってます。でシステムがダウンした時は3日間、みんなでカレーを食べたと。小島社長もカレー、もちろんそうです、もちろんそうです。これねVTR にはなかったんですけど、ぶっちゃけ言うとですね、最初は、うちカレーと麺と丼と、定食という4種類を、事前に選ぶというやり方でやってきてですね、実はサイバー攻撃にあったシステムが使わない時もですね、緊急で携帯に通知するシステムは全然別で動いてたもんですから、それだけは使えたんですよね。でそれを使って何を食べたいかを調査するみたいなことをやりかけてたんですけど、私の方がですね、いやこの時にそれの労力を使うんであれば、やはりその労力を使ってもっと復旧に向けた労力に振り分けてほしいと。その代わり社員の方には申し訳ないが
カレーで、みんなカレーで、しばらくの間だけどうしても我慢していただきたいという話をしてですね、でみんなカレーにして、結果的に誰もそれに対してですね不満を言う方もいなかったですし、同じカレーをですね食堂で食べてるのを私も一緒に食べたんですけど、何とも言えないこの一体感、みんなが同じものをカレーを食べてるという一体感がすごく感じることができたのかなと思いますね。まさにベテランから若手まで一体となって事態を乗り切ったわけですけれども、1年経った今、はい、社員の皆さんに対してどんなことを思いますか？ちょうどコロナ2年目ぐらい3年目に移り変わる時でして、やはり社内のいろんな行事だとかいろんなイベントだとかいうことがなかなかできてなくてですね、コミュニケーションが希薄をしてしまったりだとかですね、それから一体感を味わう機会をなくしてしまっているんじゃないのかというような思い、私がうまくそうした中で自分のメッセージを伝えていることができているのかという自分に対してのその疑心暗鬼な気持ちがちょうど渦巻いてたコロナ3年目にかかる時に事件が起こったわけですけど、社員に対してずっと当時自分事として仕事をやってみましょうよという声をずっとかけていたんですけど、じゃあ本当に皆さん自分事として仕事をしていただけてるのかという気持ちも私の中にあってですね、ただそれが復旧に至る過程の中の現場を見た時にですね、それぞれの現場で私が見たのが、やっぱりみんな誰も他人事ではなくてですね、自分事として復旧のためにですね、自分が今この瞬間何ができるか、この職場で支援に入ったこの職場で何ができるかということをみんなが自分事として考えて行動をしてくれてたあの姿を見た時は本当に私は自分がその言葉が伝わってないんじゃないかとか、みんな分かっていただけてないんじゃないかって思ってた自分が本当に反省しますし、みんなしっかりとそれを受け止めてきていただいたということを大変改めて感謝したいなというふうに思います。サイバー攻撃があった数日後に豊田章男社長も現地入りしていました、どんな言葉がかけられたんですか？あの時はですね、私がまず最初言ったことは、いやこの度は本当にご迷惑をおかけしていて申し訳ございませんというふうに頭を下げたんですよね。で時に最初に章男社長さんに言われたのが、お前謝んなくていいんだと、謝るなと、そんなことよりもまず現場で何が起きてるかを案内してくれと、いうことを最初に章男社長に声をかけていただいて、あれが一番先ほど申したように創業以来のとんでもないことをしてしまったと、全工場を停止させてしまったということに対してですね、一言いただけたことがですね、本当に私自身救われたし、それから各全社員救っていただいた一言がまず最初の一言だったんじゃないのかなというふうに思います。本当にこれほど事件ほどですね、やはり、社員、そして、得意先、そして、我々の仕入れ先さん、この3社の絆を感じることができたきっかけはなかったのかなというふうに思います。今まさにおっしゃった絆というのは、実はそのトヨタ自動車と小島プレスは本当に昔から固い絆で結ばれていたんですね。話は創業者まで遡ります。こちらご覧ください。ここが、私どもの創業者の小島浜吉さんの豊田さんとどうお付き合いが始まったのか、それから豊田さんにどう我々育てていただいたのかというところを分かるような形にした記念室でございます。これが創業者の小島浜吉さんとその奥様妻である秀さんという社員です。リアルな浜吉さんの銅像を見てると、社長は面影がやっぱりね最近頭がこう似てきたかもしれないですこの感じもね、この目元あたりとかそういう意味では私がもう6歳になる時にお亡くなりになったんで、本当にこう会話したという記憶はあまりないんですが、ただやはり私もことあるごとに、例えば幼稚園の入園式だとかそういった時にですね、お祝いをいつも浜吉おじい様からですねいただいた記憶はあります。本当に立派に継がれてますよ、会社そう見てるんでしょうね、やっぱりこうね。私朝来る時いつも必ずここに来てですね、ここで朝いつも起こっておはようございますで会社に来てます。1891年に生まれた小島浜吉さん。
奉公先で詳細を見込まれ、蚊取り線香や携帯回路などを手掛け成功を収めます。そんな時に出会ったのがトヨタ自動織機さんが自動車部を作ってですね、自動車にチャレンジをするということで、やっぱり日本人のよる日本人のための日本人の車大衆車を作るんだという当時の豊田喜一郎さんのこの思いということにですね、惹かれたと。当時、名古屋の熱田からおそらくこれ刈谷にあったと思うんですが、刈谷市のトヨタ自動織機の自動車部のところにですね、通ってですね日産してなんとか自動車部品をやらせていただけないかと。ここには10ヶ月って書いてあるんですけど、本当に10ヶ月かどうか分かりません。ただ10ヶ月日々日産をしてですね、なんとかやらせていただきたいという思いを伝え続けたということだと思います。三国志の両備が諸葛孔明を口説くよりも長いですもんね。3個どころじゃない、3個じゃないですね。その熱意とともに評価されたのがプレス技術でした。これがあったからこそトヨタの喜一郎さんから声がかかったってことですもんね。そうですね。これをやっていたから、プレス部品としてどうだということと。どうぞ。すみません。失礼いたします。軽い。とにかくこの細かいこの技術、これをもう昭和初期ですか。そうですね。に作っていたっていうのはすごいですね。こうしてワッシャーをはじめとする自動車部品の納入が始まりました。1943年にはトヨタの協力会社で作る組織協報会の副会長に就任。そして絆を一層深める出来事が起こります。うちの会社はトヨタ自動車およびトヨタグループさんがほとんど 99.9% の、いわゆるトヨタさんとしか取引をしてないのかというところの中のルーツがですね、ここにありまして、戦争が当時名古屋でも激しくなって、名古屋でも空襲が起こるようになってくるとですね、トヨタさんの方からじゃあ、トヨタの方に来たらどうだということを言われて、引っ越しをすることになりました。ただその当時ですね、トラックっていうのはやっぱり軍需が必要で、なかなか使えないようなこのトラックをですね、たくさん準備を用意をしていただいてですね、プレス機ですね、こういったものを積んでですね、約40日間かけてですね、このトラックを貸していただいて、引っ越しを無事終わることができたと。浜口会長はですね、トヨタさんに足を向けては寝られないよという、常に保温感謝の気持ちを忘れないようにということをですね、従業員のみんなにも話をしたし、ここからですね、やっぱりトヨタさんと一緒に共に歩んでいくんだと、トヨタの地で歩んでいくんだという覚悟でですね、この衣町、今の豊田市ですねに来たと。一番象徴するものがこの近さなんですよね。この近さゆえにですね、例えばどっかトヨタさんのどなたか技術の方にうちの今開発しているものを見ていただきたいだとか、そういった時にちょっと帰りに寄ってくれませんかって言えるこの距離っていうのがですね、非常に一番いい距離だなと。なるほどね。で今もこの本社の近くにそうですね、はい、いて、そうです。やっぱり仲間としてずっとこう。そうですね、一番近くでやっぱりやらせていただくという思いでやっております。昔は戦争、今はサイバー攻撃、こうやってそのトラブルを乗り越えるたびに絆が強くなっているような印象を受けますけれども、豊田喜一郎さんと小島浜吉さんの関係が今にもこうつながってきているような、そんな印象を受けました。ありがとうございます。もちろん非常に私も豊田さんからも大切にしていただいていることだということだと思いますし、ただこれってやっぱりこの間ずっと脈々と85年間脈々とその豊田さんとの信頼関係を築いてきてくださった先人先輩方、やっぱりこの方々のご努力の上に今我々たまたまいるのかなというふうに思ってます。明夫さんは間もなく会長になって、新社長として佐藤浩二さんが就任しますけれども、トヨタと小島プレスの関係、今後どうでしょう。他の多くのトヨタさんとのストーリーを持った仕入れ先って他にも実はいっぱいある
というふうに思ってまして、トヨタ自動車がですねやっぱり我々を仕入れ先を下請けと見ないでですね、やっぱり仲間として育ててくださっているという文化の上にですね、我々と仕入れ先サプライヤーとトヨタさんとの関係があるのかなというふうに思ってます。やはり我々もしっかりとそれに追いつくだけではなくてですね、時には佐藤新社長にですねパワーを送れるようなですね力を送れサプライできるようなですね関係でいきたいなというふうに思っております。小島社長がおっしゃったようにサプライヤーは他にもたくさんありますから、ちょっとこのね小島プレスとのこのトヨタイムズニュースの回を見ていただいて、ぜひ情報をですねいただいて取材に行かせていただけたらなと思いますんで、すいません、よろしくお願いします。お待ちしております。はい、すいません、今日はお忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆さん富士山ですよ。ということで今日は日本のトヨタのニュースをお伝えします。こちらはですねクレーンがたくさん並んでいますがウーブンシティの建設地なんです。現在地下の工事かなり進んできているんですね。今日はウーブンシティの最新情報をお伝えします。富士山の日に合わせて最新映像が公開されました。まだウーブンシティの全容は見えませんが、実はすでにさまざまな取り組みが続けられています。はい、ありがとうございます。おお、いい空間。これがオフィスですか。見えますけど、ここ会議室なんです。その取り組みを取材するため東京日本橋のオフィスを訪ねました。地面が道路になってます。おお2車線の道路だ。しかもストップじゃないですよ。見てください。スマイル。ウーブンシティはトヨタがモビリティカンパニーに変革するため、高齢者や子育て家族、発明家などが生活しながら一人一人に寄り添った幸せを目指す実証実験の場所です。一体どんな未来が広がっているんでしょうか。リアルの実証実験の街とデジタルの実証実験の街両方を開発しています。でここはやっぱり開発現場なのでデジタル側の街を作っている現場になります。結構難しいですよね。こちらはロボットのバーチャルシミュレーション。まるで本物みたいですよね。何か起こってしまった時の機械のやっぱりひどさをこれでしっかり確認する、このシミュレーターの中でやっぱ組み替えて、でもう一回試してみることができる。将来的に考えると何のためにやってるんですか。これはですね、例えばですけどもこういう遠隔で全く同じ動きをするロボットが料理までできるようになったら、離れたお母さんが離れた息子に料理を作ったり、お醤油を隣にお裾分けしてくるロボットがお裾分けしてくれるとかですね、そこでまた人のつながりができるんじゃないかと。そういう離れた人とか普段つながらない人がつながったり、生活空間のロボットは一緒に共生して人と人とをつなぐというのが役割になっていくと思います。続いては未来をもう今日体験するということでございます。ウーブンシティに入れちゃうわけですね、今から。はい、そうタイムマシンに乗った感じで。タイムマシン。なんとウーブンシティをデジタルで再現。私、ウーブンシティに入りました。おお、いいパレットさん。ああ、かわいい。すごいリアル。いいパレットが進んできた。はい、横断歩道渡ります。ありがとうございます。ストップでございます。ちょっとじゃ場所ストップでございます。はい。ちょっと空も飛んでみたい。空を飛ぶ？はい。そうですね。ちょっと。おお、すごい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 。うわ、こういう街になるんだ。はい。あ、すごいわかりやすい。あ、綺麗な景色。この景色を見ながらね、だから本当に昔ながらの日本の象徴の富士山と未来を彩っていくウーブンシティがこうやって一つになってるっていうのは最高のロケーションですね。
中で再現していく。このデジタル空間で取り組んでいるのが安全の追求です。実際の現場で事故を再現することって当然できない、でもデジタルの中だとできるので、人の動きを再現して事故を再現することができるようになると、いろんなソリューションを試していくことができます。例えばここの横に立っている柱とかこのポールとかで人の動きと車の位置とか認識をして、車が近づいてるから危ないですよっていうアラームを鳴らしたりとかです。でもちろん自動車側にもアラームを出すことができますし、このような形でしっかり人とインフラとモビリティが協調して制御することができると。将来的にはこうして開発された技術が社会で実用化されることを目指すそうです。今日紹介したのは取り組みのごく一部。これからも取材を続けていくので、ぜひお楽しみに。